防衛装備庁も研究中。車両用アクティブ防護システム APS。近年の地上戦において、米軍をはじめとする各国の軍は、車両を対戦車ミサイルや対戦車ロケットからどう防御するかについて苦心してきました。古くは、70年代に始まったソ連のアフガニスタン侵攻、90年代の第一次イラク戦争、2000年代の第二次イラク戦争、アフガン戦争に、アイシスとの戦い、シリア内戦、イエメン内戦、テロリストやゲリラと年中戦っているイスラエルなどもそうです。最初に、車両用アクティブ防護システム APS を実用化したのは、旧ソ連です。旧ソ連がアフガニスタンに侵攻した1978年には開発が開始され、80年からドローストという名称で陸軍の戦車に搭載され、実戦において評価・運用されました。侵攻するなり対戦車ロケットで大きな被害が出たのでしょうね。ドロースト APS はドップラーレーダーで砲弾を検出し、探知範囲は70メートルから700メートル。砲塔に装備され、砲弾が7メートル以内に入ると迎撃弾が発射され、敵の砲弾付近で炸裂し、破片榴弾で破壊する方式です。砲塔正面の60度しかカバーできなかったようですが、RPG による攻撃の 80% から戦車を防御することに成功したとしていますが、それを実証する資料は見つかりませんでした。しかし、降車して装甲車両に随伴する兵士の犠牲が相次ぎ、陸軍はこのシステムを放棄しますが、ソ連海軍歩兵はこれを採用し、当時すでに旧式化していた T55 戦車にドローストは搭載され、T55AD として250両がアップグレードされました。その後 APS は採用されず、爆発反応装甲が積極的に採用されますが、ソ連崩壊後、ロシア連邦となった後の1994年に起きたチェチェン独立紛争で、ロシアの装甲車両はチェチェン独立派民兵の伏撃で、タンデム弾頭を装備した RPG-7VR により、多くの損害を出しました。80年代後半に大爆発反応装甲用に開発したタンデム弾頭が爆発反応装甲を装備したロシア軍装甲車両を数多く撃破したのです。撃破された装甲車両の多くに主力戦車の T72 や T80、主力歩兵戦闘車の BMP-2 が含まれており、ロシア軍は衝撃を受けたようです。これにより、ロシアはソ連時代に放棄した APS の開発を再開し、アリーナアクティブ防御システムを完成させます。先代のドロースと同様にドップラーレーダーで探知し、迎撃弾を発射します。アリーナでは、先代のドローストで随伴歩兵らに被害が多数出た点を改善し、戦車内からシステムのオンオフが可能となっているようです。これにより、戦車の周囲に兵や民間人が多い場合など、システムを停止して、周囲の安全を図れます。日本円で3000万円程度するようですが、まだ輸出はされていないようです。半島の計に戦車に搭載するという話もあったようですが、進んでいるのかどうかも含めて不明です。というか興味が湧かず、細かく調べておりません。迎撃対象範囲も、先代のドローストの砲塔正面60度からアリーナは300度に拡大されており、真後ろ以外はカバーしているようです。しかし、戦車にとって脆弱な真後ろがカバーされていないのは厳しい気がしますけど。近年の戦いは、どの戦いも正規軍との戦いは長くないか、もしくは全くなく、テロリストやゲリラとの戦いが主になってきています。そのため、2000年代に入り、車両を守るための防御手段である APS の研究開発が各国で始まります。一番進んでいたのは、中東で実戦経験豊富なイスラエルでした。イスラエルエアロスペースインダストリーズ IAI のグループ会社であるエルタ社と同じく
イスラエルの国有企業であるラファエル・アドバンスド・ディフェンス・システムズ社が共同で開発したトロフィーシステムです。このシステムは2007年にイスラエル国防省と契約がなされ、最初の配備部隊である第401機考旅団のメルカバ戦車が2012年にトロフィーシステムを搭載したメルカバマーク 4M に更新されました。その後も第7機考旅団が2014年にメルカバマーク 4M に全車更新され、イスラエル戦車の標準装備品となっています。2011年には実戦においてメルカバマーク4に搭載されたトロフィーシステムが対戦車ミサイルを迎撃破壊することに成功したようです。このシステムはレーダーと射撃管制システム、迎撃対発射機で構成されており、迎撃対発射機はパネルのような縦長の長方形の形をしており、金属製のペレットを射出します。発射後は数秒で自動再装填が可能です。迎撃ミサイルを射出するとしているサイトもあるようですが、トロフィーシステムは迎撃ミサイルを発射しません。パネルに埋め込まれた金属製のペレットが火薬により発射されるシステムです。迎撃隊は射撃管制装置で、射出のタイミングや方向などが自動で選択されます。また、周囲の人員や車両などを危険にさらさないように考慮されており、極めて限定された範囲に射出されるように工夫されているようです。レーダーは全周360度をカバーするように複数個所に配置され、発射機は2機装備されます。これにより、戦車の全周360度の防護範囲を持ちます。メルカバや米陸軍の M1 では、砲塔の左右と後ろの3カ所にレーダーを配置しており、迎撃対発射機は左右のレーダーの近くに2機設置されています。ただ、近藤は、この配置を見る限り、トップアタックで上から飛来する対戦車ミサイルに対応できるのかなと思ったりしましたが、それは、どの資料も触れていないので、おそらく難しいのでしょう。可能なら可能と、メーカーが大きく宣伝する気がします。このトロフィーシステムは、2018年6月に、米陸軍にも採用が決定しており、今年である2021年の1月には、M1 戦車400両分のトロフィーシステム HV ヘビービークルが納入されています。納入前の試験において M1 戦車に搭載されたトロフィーシステム HV は、対戦車ミサイル、対戦車ロケット48発をすべて迎撃し、迎撃成功率 100% で試験を終えたようです。イスラエル軍や米軍は、他にも歩兵戦闘車への搭載も計画しており、試験が進んでいるようです。開発企業側は、軽装甲車両、非装甲車両向けのトロフィーシステムライトを発売し、各国に売り込みを行っているようです。また、同じイスラエルの企業が開発したアイアンフィストという APS もイスラエル、アメリカ双方に評価されたようですが、結局両国ともトロフィーシステムを採用しています。アイアンフィストは、ミサイル迎撃隊を発射する仕組みの APS です。団体は、2発ずつ4発が搭載可能で自動再装填はできず、発射したら、別途再装填作業が必要となります。ミサイル方式であるため、爆発による破片飛散範囲がトロフィーシステムよりかなり大きく、アイアンフィストを装備した車両の周囲にいる味方を爆発に巻き込む可能性が高いことなどが、トロフィーシステムに比べて劣っていると判断されたようです。防衛装備庁も APS を研究開発しておりますが、防衛省の資料を見る限り、ミサイル形式の迎撃隊を射出するものと、金属ペレットを射出するものと両方を評価研究しているのかもしれません。2つ資料を手に入れましたが、図を見る限り、迎撃方法が違うように見えます。ただ、最近の資料では、ミサイルのような迎撃隊を発射する方式になっており、試作品も掲載されているので、こちらの方式で開発を進める方向に決まったのかもしれません。ただ、この程度の付属的なシステムであれば、無理に国産しなくても、実績のあるものを購入する方向で良いのではないでしょうか。その方が安くて早く進むと思います。
防衛装備庁のサイトには国際平和協力活動においてと記載してあるので、国際協力活動だけに使うのであれば、なおさら実績のあるものを輸入した方が効率的だと思います。皆様どう思われますでしょうか。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.